ご視聴ありがとうございます。今回は分断された路線の歴史と今に迫ります。同じ名称なのに大きく異なる路線の状況、路線が発展する中で分断された経緯を図表もフル活用して解説します。朝にしか見られない拠点駅をスルーする列車にも注目です。今回の内容がこちら。チャプターも参考にしてください。私が乗っているのが大阪梅田を起点とする大手私鉄、阪急電鉄の列車です。このうち西に伸びる系統の主軸である阪急神戸本線の主要駅、西宮北口駅が今回の舞台です。この駅は神戸本線でおおむね中央にあり、1日平均の乗降客数は8万7000人余り。これは神戸本線では第3位で、第2位の神戸三宮駅との差は2000人ほどです。駅構内は広々としており、光が差し込む天井、花が咲く植え込みなど、おしゃれな雰囲気です。そしてこの駅では、今津線と乗り換えができます。ただしこの路線、同じ名称ではあるものの、路線はこの駅で分断されています。また、西宮北口から北に伸びる路線には準急がある一方、その準急は西宮北口をスルーしているなど、なかなかカオスな運行形態です。まず、南に伸びる路線、通称今津南線の乗り場へ向かいます。北に伸びる今津北線は、乗り場が2つあるのに対し、こちらは1つだけです。西宮北口駅では、神戸本線のホームは全て地上にあり、コンコースがその上の階にあります。そして今津線の線路は、神戸本線とほぼ直角に接しており、そのうち今津南線のホームは、コンコースと同じ階にあります。この奥に見える、列車が止まっている場所は鏡に反射したもので、この通路を右に折れた場所にホームがあります。もちろん線路は行き止まりで、神戸本線の線路をまたいで北には伸びていません。今津南線の列車は3両編成で、阪急の支線の中では短いです。また、ワンマン運転が行われており、運転士のみが乗っています。普通列車のみの10分間隔で、すべての列車が今津行き。他の路線への直通列車もありません。駅名板には、南隣の阪神国道駅の名前だけがあります。とはいえ、線路が完全に分断されていると、車両の整備の時にトレーラーなどで運ばなければならず、かなり非効率です。そのため、神戸本線と今津南線の線路は、西宮北口駅の南側でつながっています。それがこちら。半径は60メートルと、かなり急なカーブです。今津南線のホームのさらに南で本線から分岐した線路は、そのまま地上に降り、神戸本線のすぐ南に続いています。ここは回送列車だけが通り、乗客を乗せた列車が通ることはありません。また、先ほど映っていたホームは神戸本線の下りの降車用ホームで、ここから列車に乗ることはできません。このホームは今津南線からの線路とは若干離れており、乗り降りもできません。この線路は神戸本線の下り寄りで合流していますが、下り方面には行けず、上下線の間にある折り返し線で上り方面に折り返すしかありません。車両の整備のための線路だからです。一方、今津北線のホームは南線とは違い、神戸本線と同じ地上にあります。また、2つの線路の両側にホームがあり、乗車用と降車用が分離されています。日中は10分間隔で7号線のみが使われているようですが、朝のラッシュ時は4、5分間隔で列車が走るなど、南線よりも輸送量が多いです。そして北線は6両か8両で、南線の倍以上。ワンマン運転も行われていません。一方、駅名板には北隣の門戸薬人駅の名前しかなく、これは南線と同じ。このホームから南線に直通する列車がないからで、路線が分断されているのがよくわかります。そしてもう一つの違いが、先ほど赤毛になっていた6号線の横のホームの奥です。向こうに行ってみましょう。ホームに降りてほどなく、右横から響いてくる爆音。8両編成の回送列車がゆるゆると走っていきます。かなりの急カーブで低速でも凄まじい騒音が響きます。この先で線路は北線の本線に合流していますが、この列車は一旦停止です。当駅始発の普通宝塚行きが先行します。速やかにホームから出られるよう下り線に直結している7号線を使います。ただし待つのはそれだけではなく、続いて当駅止まりの普通が入れ替わりに到着。回送列車はそれらを待ちます。このカーブ、
半径は90メートル余りと、南線の線路よりは緩やかですが、速度制限は時速25キロと、かなりの低速です。かつてはホームギリギリに線路があったところ、線路を内側にずらし、カーブを緩くしたようにも見えます。宝塚方面から別の列車がやってきました。この線路は1本しかなく、方向の異なる列車が行き交います。そしてあの列車、回送ではありません。今津北線の終点である宝塚を始発とし、神戸本線の起点である大阪梅田まで行く準急です。今津北線には、平日の朝ラッシュのみ、神戸本線への直通列車があります。通勤客を満載した列車は、爆音を轟かせながらカーブを曲がります。ただし、その先で一旦停止。神戸本線の上り、大阪梅田行き特急の発車を待ちます。待ち時間がもったいないですが、ダイヤを詰めるとこの列車が遅れた時に神戸本線のダイヤが乱れるため、バッファーの役割も兼ねています。こちらもホームに接していない線路ですが、乗客を乗せた列車が走るのが、南線との大きな違いです。同じ名称がありながら大きく差がある2つの路線、どうしてこうなったのでしょうか。今津線の前身である西宝線が開業したのは、1921年。これは西宮と宝塚から取った名称で、26年に今津まで路線が伸びた時、今津線に改称されています。阪急お得意の住宅開発が行われるとともに、通勤客と逆方向の需要を掘り起こすため、様々な学校が誘致されました。今津線は通学路線としても発展したものの、昭和中期までは特に宝塚側の乗客が少ない状態でした。ホームが1両分しかない駅では、2両編成の列車は通過していたそうです。ところが戦時中に沿線に軍事工場ができ、北側の利用客数が激増。1943年12月から45年9月まで、工場への通勤客のために、カシオ駅が設けられています。なお、この駅名はあの時計メーカーとは無関係で、地名から取ったもののようです。営業時間は朝夕だけでしたが、軍事輸送のため利用客数は多く、最大で1日4万人の利用があったとされます。終戦直前に工場周辺が空襲を受け、終戦により役目を終えたため、1945年9月に廃止になっています。駅は廃止されたものの、上下線の脇にあったホームのスペースは、部分的に残っています。軍事輸送がなくなったとはいえ、今津線沿線の発展は加速し、いよいよ別の問題が顕在化しました。それが、今津線全通に伴ってできた、神戸本線との平面交差です。1920年には神戸本線が開業しており、当時はすべての線路が地上にあったため、26年の今津線全通と同時に、両線の平面交差が生じました。路面電車同士や、路面電車と鉄道の平面交差は珍しくありませんでしたが、高速走行する路線同士が平面交差するのは、国内で唯一でした。当時の廃線がこちら。この時は神戸線と今津線は駅の北東だけで繋がっていますが、過去には北西でも繋がっていた時代があるようです。両線の交差はダイヤモンドクロスと呼ばれ、通過するのに平均72秒がかかっていました。神戸本線のダイヤが優先されていたこと、今津線のホームが神戸本線の北側にあったことから、西宮北口から今津までは、平日日中は10分間隔のところ、夕方のラッシュ時は12分間隔と、逆に本数が減っていました。一方、宝塚から西宮北口の間は、神戸本線を横断しない列車を走らせることができ、このようなことはありませんでした。神戸本線のラッシュ時の特急などを10両編成にするのに伴い、ホームを設置する場所が必要になったこともあり、駅全体の大改良が決定。84年、ダイヤモンドクロスの南側に今津線のホームが追加され、ダイヤモンドクロスが廃止されるとともに、今津線は南北に分断されました。廃止直前のダイヤではおよそ660本、回送列車も入れると1000本近い列車が通っていただけに、廃止の効果は絶大でした。南北に分断されて利便性が低下した今津線も、神戸本線の南側にホームが新設されたことで、南線はラッシュ時の増発が可能になっています。なお、南線のホームは当時地上にあり、2010年に高架になっています。回送線をまたぐ踏切は、その時作られたものです。ダイヤモンドクロスの一部が移設され、駅の南東にある公園にモニュメントとして残されているほか、付近には歴史がわかる掲示物もあります。北
北線と南線の輸送量の差は大きく、北線は6両か8両で、大阪梅田直通の準急もある一方、南線は線内折り返しの普通列車、3両編成のワンマン列車のみと、かなり差がついています。北線の列車で、宝塚駅に向かいます。下り列車とはいえ、沿線の学校への通学需要があるためか、結構混んでいます。神戸本線とつながる部分、そして6号線にも列車が止まっており、朝ラッシュ感が漂います。なお、江東園駅と仁川駅の間には 33.3 パーミルの勾配があります。これは阪急では最も急な部類で、かつてはこの勾配の存在が車両の性能的にネックになっていたようです。高架線にして勾配を緩めることも検討されましたが、結局実現しませんでした。次の仁川駅は阪神競馬場の最寄り駅です。上下線の脇にホームがあるシンプルな構造に見えますが、この奥には降車専用のホームがあるほか、折り返し線もある割と大規模な駅です。一方、西宮北口方面行きも結構混んでおり、混雑があまり偏らないようです。宝塚大劇場を横目に終点の宝塚駅に到着です。ホームの様子がこちら。この駅はホーム2つ、線路4本の大規模な駅で、今津北線と宝塚線が合流しています。本数が少ない日中は3号線と4号線を使い、両線の列車を同じホームで乗り継げるようにしつつ、ラッシュ時は1号線と2号線も使っているようです。そして朝に運行されるのが大阪梅田行きの準急で、所要時間はトータル40分弱。宝塚線の大阪梅田行き準急や急行に比べて数分早いため、結構前からホームに列ができ、発車前にはほぼ全ての座席が埋まります。そしてこの準急は8両で運行されます。今津線の途中駅のうち、西宮北口方面行きのホームは全て8両に対応しています。西宮北口にはホームが6両分しかないため、西宮北口を通過することで多くの乗客を運べるというわけです。主要駅に止まらないのは不便ですが、線路は急カーブで危ないですし、ここにホームを設けると神戸本線の他のホームと場所が離れて案内が面倒なので、これが最適解かもしれません。なお、途中駅の下りホームは全てが8両対応ではないため、下りの準急はありません。続いて、今津南線の今津行きに乗ります。ワンマン列車なので後面展望も抜群です。高架化にあたって廃止されたのが、今走っているところの真下の踏切です。駅に近すぎたため、回送線は高架にされず、道路を越えた先で合流します。輸送量の少ない南線も、西宮北口駅を除いて複線です。この先で、JR 神戸線の線路を乗り越えます。線路を越えるのは奥のトラス橋のところだけですが、鉄橋は続き、阪神国道駅に到着です。列車を降りてみます。ホームは4両分はありそうですが、南線の列車は3両編成のため、列車が止まらない場所には行けなくなっています。また、高架化された西宮北口駅のホームは3両分のため、4両以上は物理的に入線できなくなっています。この駅は、今津線が全線開業した翌年、1927年に後から作られた駅です。鉄橋の横に作ったホームは鉄骨がむき出しで、構造的に簡素な印象です。土台も左右だけ細いので、後付けなのでしょうか。そして駅名の由来は、先ほど映っていた道路、阪神国道で、ライバル私鉄の名前を付けたわけではありません。鉄橋には明治42年の印が残っています。この駅は今津線全線で最も乗降客数が少なく、1日平均で3400人余りしかありません。施設にも老朽化の兆しが見え隠れしていますが、入り口の左右にある柱には装飾があるなど、こだわりが感じられます。また、この駅は無人駅ではありません。阪神国道駅を発車です。次の今津駅までは700メートルしかなく、阪急で最も距離が短いです。なお、かつて今津駅が地上にあった頃は、国道を越えてすぐ下り勾配になっていたそうです。ホーム1つ、線路2本の構造で、日中は片側だけを使っているのでしょうか。そしてこの駅では、阪神本線に接続しています。阪神の乗降客数は、1日平均で32,664人。阪急の 1.5 倍ほどあります。梅田へは直通する阪神一択であるほか、阪神国道駅も周辺の駅からそれほど離れていないなど、南線の需要が北線より小さい理由がわかります。
一方、かつて軍需輸送の関係から、阪急と阪神の線路がつながっていた時期がありました。しかし、終戦後の1949年、阪急の電車が暴走して阪神本線に進入、隣の駅まで走行する事故が発生しました。車両のブレーキが故障したのが原因で、阪神より阪急の車両の方が大きかったため、隣の駅のホームを削って止まったというわけです。乗っていた人は全員無事だったこともあり、写真の横の見出しものどかな感じです。一方、これを俗に、殴り込み事件などと呼ぶこともあるようです。その後線路は分断され、両線とも今では高架線になったため、面影も残っていません。ご視聴ありがとうございました。